なぜこんなに疲れているのに、いざベッドに入ると目が冴えてしまうんだろう。あなたもそんな経験はありませんか？日中の仕事や家事でクタクタのはずなのに、頭の中だけは活発に動き続け、なかなか寝つけない。これは一体なぜでしょう？その原因は、あなたの脳にあるスリープスイッチがオフになっているからもしれません。多くの人がこの事実を知りません。実はごく一部のエリートだけが実践するこのスイッチを科学的に入れる方法が、最近流出した記録から明らかになりました。この動画を最後まで見れば、あなたは脳の働きを理解し、そのスリープスイッチを意図的に操作できるようになります。今夜からでも実践できる具体的な3つのメソッドを科学的根拠に基づいてご紹介しましょう。もう眠れない夜とはお別れです。疲労困憊なのに眠れない。この奇妙な現象は、現代社会に生きる多くの人が抱える脳のパラドックスと言えるでしょう。私たちは日中に活動的になる交感神経と、リラックスを促す副交感神経という2つの自律神経を持っています。通常、夜になれば副交感神経が優位になり、自然と眠りに誘われます。しかし、現代人の脳はそう簡単には切り替わりません。まるで脳の中のアクセルとブレーキが同時に踏まれている状態。疲れているのに交感神経が興奮し続けているのです。このバランスが、眠りたいのに眠れないという苦痛を生み出します。その背後には、私たちの生活習慣が深く関わっています。では、この脳のパラドックスを解決し、深い眠りへと誘うスリープスイッチとは一体何なのでしょうか？私たちの脳には、睡眠を司る司令塔と呼べる領域が存在します。それが副外側視側前野、通称 VLPO です。VLPO は脳幹にある覚醒中枢の活動を抑制し、眠りへと導くスリープスイッチの役割を果たすことが最新の研究で明らかになりました。このスイッチの存在を知る人はまだほとんどいません。しかし、エリートたちはこの脳のメカニズムを深く理解しています。彼らは VLPO を活性化させるための具体的な行動を日々の生活に科学的に取り入れているのです。例えば、アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏も、十分な睡眠を最優先事項とし、毎日8時間の睡眠を確保していると語っています。これは単なる休息ではなく、脳のパフォーマンスを最大化し、意思決定の質を高めるための投資だと彼らは考えているのです。実際、ハーバードビジネススクールの調査では、 CEO の平均睡眠時間は約 6.9 時間というデータがあります。さらに国際調査では、 CEO の 70% が7時間以上の睡眠を確保していることが判明。かつて寝ないで働くのがエリートという神話がありましたが、科学はそれを完全に否定しています。十分な睡眠は脳の前頭前野の働きを助け、リスク評価や創造性、新しいアイデアの創出に不可欠なのです。 VLPO の働きは GABA という神経伝達物質によって覚醒を抑制し、眠りを誘います。しかし、ストレスや不規則な生活はこの VLPO の機能を低下させ、スリープスイッチが入りにくくしてしまいます。では、どうすればこの VLPO、つまり脳のスリープスイッチを意図的にオンにできるのでしょうか？流出したエリートたちの記録には、そのための驚くべき、しかも極めて科学的な3つのメソッドが記されていました。それは単なるリラックス法ではありません。脳の生理機能に直接働きかける非常に具体的なアプローチです。これらのメソッドは、私たちの体内時計や体温調節、そして思考パターンに深く関係しています。これからあなたの脳を最高の睡眠状態へと導いていきましょう。まずは脳を物理的にクールダウンさせる方法から。これは多くの人が見落としがちな非常に重要な要素です。私たちの体温と睡眠には密接な関係があります。特に体の深部体温が鍵を握っています。エリートたちは
この深部体温のメカニズムを理解し、入眠を劇的に早める習慣を実践していました。メソッド1、脳を物理的にクールダウンさせる。良質な睡眠には深部体温のコントロールが不可欠です。人は深部体温が低下する際に眠気を感じやすくなります。赤ちゃんが眠くなると手足が温かくなるのは熱を放出しているサインです。エリートたちは就寝の90分から2時間前に入浴を済ませます。40度から42度の湯に10から15分浸かることで一時的に深部体温を上げます。その後、体温が放散される過程で急激に深部体温が低下し、自然な眠気が誘発されるのです。テキサス大学の研究によると、適切な入浴は入眠までの時間を約10分短縮すると報告されています。これは脳の VLPO を効果的に活性化させ、スリープスイッチをオンにする科学的な戦略と言えるでしょう。メソッド2、光をリセットする。睡眠を司るホルモンメラトニンは光に非常に敏感です。夜間にブルーライトなどの強い光を浴びるとメラトニンの分泌が抑制され、脳が昼間と誤認識してしまいます。エリートたちの寝室にはある特別な色の照明しかありません。それは暖色系の間接照明です。就寝の 1,2 時間前からは部屋の明るさを落とし、暖色系の光に切り替える。これが彼らの鉄則です。さらに驚くべきは光の位置へのこだわりです。彼らは目線よりも低い位置からの照明を好みます。人間の網膜は光が当たる領域によってメラトニンの分泌に違いがあるため、低い位置からの光は眠りを妨げにくいのです。フットライトや背の低いフロアランプを活用することでメラトニンの分泌を最大限に促し、 VLPO を効果的にサポートします。夜間にコンビニエンスストアの強い光を避けるのも彼らの徹底した光のリセット戦略の一環です。メソッド3、思考をオフラインにする。眠れない夜、頭の中で今日の出来事や明日の予定がぐるぐると回りませんか？この思考のループこそが脳の VLPO がスリープスイッチをオンにするのを阻害する最大の要因です。エリートたちはこの思考のノイズを意図的にオフラインにする技術を身につけています。その一つがジャーナリング、つまり頭の中の考えや感情を紙に書き出す習慣です。寝る前に頭の中のタスクや懸念事項を一度紙の上に避難させる感覚です。ジャーナリングは書く瞑想とも呼ばれ、マインドフルネスの一種です。ケンブリッジ大学の研究チームによるメタ分析では、ジャーナリングが睡眠の質の向上に有意な効果をもたらすことが示されています。感情を言語化する行為は脳の感情処理中枢である扁桃体の活動を抑制し、前頭前野の働きを活性化させます。これにより思考のループが断ち切られ、ワーキングメモリーが解放され、脳はリラックス状態へと移行します。エリートは難しい問題は夕方に検討し、寝る前は頭に浮かんだものを自由に書き出すと心得ています。トゥードゥーリストを書き出すのも効果的です。明日やるべきことを明確にすることで、脳はもう考える必要はないと認識します。この習慣は脳の VLPO への負担を軽減し、スリープスイッチがスムーズに作動するための環境を整えます。重要なのは深刻な内容を深く掘り下げないこと。あくまで頭の中のゴミ出しのイメージで軽く書き出すのがコツです。手書きが推奨されます。研究によると、手書きは脳をより活性化させ、思考の整理に効果的だとされています。さて、これまでの3つのメソッドは一つ一つが科学的根拠に基づいた強力なアプローチです。しかしエリートたちはさらに深いレベルで睡眠を操作するある反直感的な事実を知っていました。それは私たちが普段良い睡眠のためにしていると信じていることの中にも、実は逆効果になる行動があるというものです。多くの人が疲労困憊だからこそ
週末は寝だめしようと考えがちですが、これは実は睡眠の質を大きく損ないます。人間の体内時計は非常に繊細で、週末の寝だめは体内リズムを狂わせ、月曜日の不調を引き起こす原因となるのです。ハーバード大学の研究でも、睡眠時間は7時間がベストであり、長すぎる睡眠は体内時計を乱す可能性が指摘されています。エリートは休日も平日とほぼ同じ時間に起床し、体内時計を一定に保つことを徹底しています。土性の睡眠不足は次の夜の入眠を促す睡眠負債として活用し、無理に寝だめすることはしません。彼らは睡眠を量ではなく質で捉え、VLPO を常に最適な状態に保つことを重視しているのです。この一見すると少し厳しい習慣こそが、彼らの脳が常に最高のパフォーマンスを発揮する秘訣なのです。さらに深掘りして、この反直感的な事実の裏にある脳科学と具体的な応用方法を見ていきましょう。先ほど触れた寝だめの罠は、体内時計のメカニズムを理解すればその危険性が明確になります。私たちの体内時計は約24時間15分周期で動いており、毎朝太陽光を浴びることでリセットされます。週末に遅くまで寝てしまうと、このリセットのタイミングがずれてしまい、体内時計が乱れてしまうのです。その結果、月曜日の朝に起きるのが辛くなり、日中の集中力も低下。これは社会的ジェットラグと呼ばれます。エリートたちはこの社会的ジェットラグを避けるため、休日も平日と起床時刻を1時間以内の差に抑えます。彼らは体内時計を脳の最も重要な資産と捉え、それを乱すことを極端に避ける傾向にあります。もう一つの反直感的な真実、それは寝酒は睡眠の質を下げるという多くの人が陥りがちな誤解です。アルコールは一時的に眠気を誘うものの、深い睡眠を妨げ、夜中に覚醒する回数を増やしてしまいます。これにより VLPO が十分に活動できず、脳が本来の修復作業を行えなくなってしまうのです。エリートたちは就寝前のアルコール摂取を極力避け、水分補給も就寝の数時間前までに済ませます。彼らは睡眠を最高の自己啓発と位置づけ、その効果を最大限に引き出すための行動を徹底しています。例えば早朝の軽い運動は日中のセロトニン分泌を高め、結果的に夜間のメラトニン生成を助けます。これは脳の VLPO を自然に活性化させるためのもう一つの間接的なアプローチと言えるでしょう。つまりエリートの睡眠習慣は単に寝る前の行動だけでなく、一日を通じた生活全体で構築されています。朝の光を浴び、日中は活動的に過ごし、夜には光と体温をコントロールし、思考を整理する。これらすべてが脳のスリープスイッチである VLPO を最適に機能させるための洗練された戦略なのです。いかがでしたでしょうか。エリートたちが実践する脳のスリープスイッチを入れる科学、その全貌が明らかになりました。これらのメソッドは決して特別な才能や高額な投資を必要としません。今日から誰でも実践できる具体的な行動です。1、寝る90分前に入浴を済ませ、深部体温をコントロールする。2、就寝 1,2 時間前からは暖色系の低い位置の照明に切り替え、光をリセットする。3、ジャーナリングやトゥードゥーリストで思考をオフラインにし、脳のワーキングメモリーを解放する。そして週末の寝だめを避け、休日も平日と同じ時刻に起床する体内時計の厳守も忘れてはなりません。これらの習慣を一つずつ生活に取り入れることで、あなたの脳は深い休息を覚え、本来のパフォーマンスを取り戻すでしょう。私たちが提案するこのスリープスイッチ理論は、単なる睡眠法の域を超え、人生の質を高める新たな視点を与えます。もう疲れているのに眠れないという苦悩に諌まれることはありません。あなたは自分の脳をコントロールできるのです。
最高のパフォーマンスを発揮し、充実した毎日を送るために、今夜からあなたのスリープスイッチを意図的に操作してみてください。この情報があなたの人生をより豊かにする一助となれば幸いです。ご覧いただき本当にありがとうございました。もしこの動画が役立ったと感じたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの行動が私たちの活動の励みになります。